8月の月曜の夜、引っ越したばかりの部屋にエアコンはない。机の上にエアコン取り付け工事の見積書が1枚ある。界名の欄には取り付け工事一式とだけ書いてある。金額を見て私は取り付けを頼んだ店へ電話をかけた。もう少し安くなりませんか？これが精一杯なんです。と店の人が言った。そこから先の言葉が出てこない。私はメーカーで部品を仕入れる仕事をしている。ポンプの部品を金曜までに 3% 下げてこいと昼に先輩に言われた。明日会社で同じことを言わなければならない。この部品を任されたのは今回が初めてだ。金曜までに今の業者で下がらなければこの仕事はよその業者へ相見積もりに回る。値切り方を教わったことは一度もない。この5日間で私が見たことを順番に話す。火曜日、残り3日。部品を作っている業者へ電話をかけると営業の滝口さんが出た。今期は厳しくて 3% ほどお願いできませんか？その日の夕方、返事のメールが届く。ご要望には添いかねますの1行だけだった。なぜ添えないのかが1行も書いていない。何をどうすればよかったのかもわからない。受話器へ手を伸ばすと先輩の沢田さんが止めた。メールを見せると沢田さんは一度読んでこう言った。明日一緒に行こう。水曜日、残り2日。応接室で沢田さんは金額の話を一度もしなかった。聞いたのは2つだけだった。この部品1回に何個作りますか？機械の切り替えに何時間かかりますか？滝口さんは即答した。1回50個です。切り替えは個数が変わっても1回3時間です。そして聞いてもいないことも足してきた。この面、図面の指定通り磨くと1個あたり15分余計にかかります。部品を組み立てたら中に隠れる面ですけど、また少し不満そうに言った。急ぎの注文が入るとうちの工場は夜に回して、帰りの車で私は言った。月曜の夜、家のエアコンの見積もりでも同じことを言いました。もう少し安くなりませんかと言って断られました。沢田さんは工事の見積書の話を始めた。見積書は直接かかる分と諸経費の2つに割れる。直接かかる分は材料と人の手間と輸送にかかる分。諸経費は現場と会社を回すための分で、会社の利益もそこに入ってる。そして諸経費の中身は書かないのが普通だ。注文の中身が同じままなら直接かかる分は削れない。安くしてくださいとだけ言うと諸経費を削れという意味になる。削る理由を書けばそこにいくら入れてるかを明かすことになる。だからあのメールには理由の書きようがなかった。かようの私はあなたの取り分を削ってくださいと言っていた。沢田さんは続けた。うちの会社が業者からもらう部品の見積書も同じ作りだ。下げてもらうなら注文の中身を変えるしかない。では私は注文の何を変えられるのか。木曜日、残り1日。昨日応接室で聞いた話をノートに書き出した。私が変えられるのは作る数と納期と図面の指定の3つ。一番値下げに効果が大きいのは図面の指定だった。磨きは1個につき15分で50個なら12時間半になる。切り替えの3時間より大きい。図面を見ると外から見える面かどうかの区別が書いていない。図面の隅にこの指定を書いた人の名前があった。調べたらその人は何年も前に退職していた。図面を変えるのは設計の仕事で今から出しても返事は来週になる。一番大きいものを諦める。残ったのは作る数と納期の2つ。今は50個ずつ3ヶ月に4回頼んでいる。4回分の200個でも棚の1段に収まる。組み立ての予定表ではこの部品を次に使う日が納期より半月後だった。3ヶ月分をまとめて注文して納期を2週間延ばす。金曜日、2つの条件を書いた紙を
滝口さんへ送った。昼過ぎに新しい見積書が届く。金額が 3.8% 下がっていた。目標は 3%。滝口さんに電話をかけて何が変わったのかを聞いた。切り替えが4回から1回になりますと滝口さんは言った。機械が止まってる時間が3ヶ月で9時間減ります。納期をずらしてもらえたので機械の空いてる日に入れられます。あの紙には値段の話を一文字も書かなかった。減らしたのは滝口さんの工場で機械が止まっている時間だ。注文の中身を変えたから直接かかる分が減った。澤田さんが画面を覗き込む。で、何を変えたの？作る数と納期ですと私は答えた。磨きの件は来週改めて設計へ出す。その夜、自宅で机の上のエアコン工事の紙をもう一度見た。取り付け工事一式の一行だけ。澤田さんが言った蜜りの内訳はこの紙のどこにも書いていない。お店にかけ直してこう聞いた。この見積もりの中でどこを変えたら金額が変わりますか？土曜のご希望でしたよねと店の人が言った。平日でしたらそこが変わります。あと配管を隠すカバー外していただけるなら部品代と手間が減ります。最初に聞いた月曜の夜はこれが精一杯ですで終わった。今夜は変えられる場所が返ってきた。安くしてくださいと5日間で2回言った。その一言では1円も下がらなかった。値段は値段だけの話をしても動かない。値段が動くのは注文の中身が変わって作る側の材料と手間と運び方のどれかが変わった時だ。あなたが最後に受け取った見積書は変えられるところはいくつあっただろうか。この先も身近なものの値段の裏側を一緒に掘っていきます。役に立ったと思ったら高評価をしてもらえると嬉しいです。チャンネル登録をしておくと次の1本が届きます。